皆さんこんにちは、かっちゃんです。ゴーヤということで、今日は夏に旬のゴーヤをたっぷり使って混ぜて焼くだけ、ゴーヤが苦手な方でも美味しく食べられる照り焼き豚ゴーヤを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ゴーヤ1/2本 100g を縦半分に切り、種、綿をスプーンでくり抜きます。種と綿を取ったら 2,3mm 幅に薄切りし、塩小さじ1/4を振り、ゴーヤがしんなりしてくるまで塩もみします。塩もみしたら水でさっと洗い流し、沸騰したお湯で1分茹でます。茹で終えたらざるにあけて水気を切り、粗熱を取ります。醤油大さじ1と1/2、みりん大さじ1と1/2、砂糖小さじ2を合わせておきます。豚細切れ肉 250g を細かめにちぎってボウルに入れます。豚肉をボウルに入れたら、酒大さじ2、片栗粉大さじ2、おろしにんにく小さじ1、塩コショウ少々を入れ、調味料を豚肉に揉み込み混ぜ合わせます。豚肉に調味料を揉み込んだら、粗熱の取れたゴーヤの水気を手で握って絞り、ボウルに入れ混ぜ合わせます。ゴーヤと豚肉がしっかり焼き固まり、バランスよく仕上がるように、ゴーヤが全体に行き渡るまでよく混ぜてください。ゴーヤが全体均一に行き渡るまで混ぜたら、フライパンに油をひいて、中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、合わせた食材を手に取って軽く握りながら平らな円形に形を整え、フライパンに並べます。はい。ではフライパンに並べたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。ではそこにこんがり焼き目がついたら返します。豚肉を返したら弱めの中火にして蓋をして2分半蒸し焼きします。はい。では2分半蒸し焼きしたらキッチンペーパーでフライパンの余分な油を拭き取ります。では油を拭き取ったら合わせておいた調味料を砂糖が沈んでいるのでよーく混ぜてフライパンに流し入れます。では中火から強中火で加熱して水分を飛ばし豚肉に絡めていきます。はい。では水分飛んで調味料が食材に絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。OK。はい。ではこんな感じで、ゴーヤが苦手でも美味しく食べられる照り焼き豚ゴーヤの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は夏に旬のゴーヤを使って混ぜて焼くだけ簡単美味しい照り焼き豚ゴーヤを作ってみました。それでは本日は炭酸水で乾杯。乾杯。休館日。じゃあ早速いただきましょう。今回は夏に旬のゴーヤをたっぷり使って、ゴーヤが苦手な方でも美味しく食べられるような照り焼き豚ゴーヤを作ってみました。じゃあもう照り焼きの味付けしっかりしてあるので、このままガブッといただきます。じゃあいただきます。おいごー。いい味。
たっぷり入れたゴーヤのほろ苦い味わいに、ジューシーな豚こま、外側には照り焼き風のタレがしっかりと絡み、美味しく食べられます。で、ゴーヤは結構苦くて食べにくいっていうイメージが強いかと思うんですけど、あらかじめ塩もみしてさっと下茹ですることによって、ほんとちょっとほろ苦さを感じる程度に苦さが控えられ、軽く下茹でしてあるので、豚肉と合わせて焼いて、ちょうどいい具合に火が通り食べやすく美味しく仕上がります。で、お肉は豚こまを使うことで、私結構この豚こまを他の食材と合わせて焼くシリーズよくやってるんですけど、すごくね、肉々しいハンバーグ、肉種を食べているような感じで、安価で買いやすい豚こまでも食べ応えがあり、美味しく仕上がります。調味料や片栗粉をなじませることで、うまくゴーヤとくっつき、全体が焼き固まりながら、つなぎになって、すごいね、豚こまなんですけど、柔らか、ジューシーに仕上がります。で、味付けは口当たりのいい照り焼きソースがゴーヤにも豚肉にもよく合い、ほんとこの照り焼きのタレが口当たりがいいので、ゴーヤが苦手な方でも美味しく食べられるようなレシピになってます。で、調理工程も下処理したゴーヤともう豚肉合わせて焼くだけで簡単に作れて、一口サイズで食べやすく、おつまみやおかず、お弁当のおかずにもおすすめのレシピになってます。では安定のライスの人でいただきます。照り焼きはご飯に絶対合いますね。オンザライスからのちょいマヨでいただきます。ほんとこの照りマヨの味付けがご飯にめちゃくちゃ合います。なんかそのままでも美味しいですし、マヨネーズがね、好きな方は少しマヨネーズつけて照りマヨにしてもご飯が進むような美味しさになってます。で、これ鶏胸肉とか他のお肉でもいろいろやってみたんですけど、豚こまが一番合いますね。ちょっと鶏胸だと油っぽさがないせいか、ゴーヤの苦味を強く感じて物足りなさがあったんですけど、ちょっと豚肉の脂、この豚肉の旨味とゴーヤがよく合って美味しく仕上がるレシピになってます。ということで今日は旬のゴーヤをたっぷり使った照り焼き豚ゴーヤを作ってみた動画でした。あらかじめゴーヤを下処理することで食べやすく、ジューシーな豚こまに照り焼き風の味付けがとても美味しいレシピになってます。少し下処理をしたり他の食材と合わせることでとても美味しく食べられるレシピになってますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイゴーヤー。ご飯とマヨネーズが親友。